皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の15日、木曜日ですね。時間が比較的早めでして、今日は日本時間の夜の8時59分ということですね。ほぼ9時ということです。ということで今日ワイワイニュースライブ通算で2836回目、の放送となります。今日はちょうど8月15日ですので、1945年8月15日の敗戦から数えて75回目ということですね。ですから今日のメインテーマは詩ですね。ここにアップしましたように、死戦争を本当になくすにはどうしたらいいのかという詩を今日はメインテーマで取り上げますということですね。いつものように一元放送でツイキャステレビの媒体で音声も映像も今のところ問題なく順調に配信されているということですね。ということで最初ですけど、昨日は普通日語放送でしたので、一昨日の、日本語放送ですね、火曜日、私の近未来予測ということで憲法改正国民投票を強行するだろうというテーマでこのように、YouTube 向けの表紙を作ってくれました。安倍は最後のチャンスとして大勝負に出るだろうということなんですね。それが11月の中旬以降にこのまたしても大義名分をでっち上げて、おそらく憲法を改正するという大義名分をでっち上げて、衆議院を解散するという暴挙に出ると思いますね。そして来年の春に国民投票を実施してありとあらゆる手段をもって、投票者数の過半数不正選挙含めてですねを得て、会見をするという彼の悲願、日本会議とか神社本庁とか等々のいわゆる天皇原理主義者たち極右ファッションたちの悲願である日本国憲法を破壊して、その代わりに大日本帝国憲法に差し替えるという、ことを最後の暴挙に出るだろうということで、それを潰すにはどうしたらいいかということなんですけど、そのテーマは明日ですね、金曜日のテーマにしたいということで、今日は敗戦記念日ですので、戦争を本当になくすにはどうしたらいいのかということをテーマとして取り上げたいということですね。で、昨日、おととい火曜日のこのテーマですね、私の近未来予測、安倍晋三はこの11月にも憲法改正を大義名分にして衆議院を解散し総選挙でかっこつき勝利して来年春憲法改正国民投票を強行するだろうというテーマで、現時点での視聴者数はですね、ツイキャスが174名、YouTube が1900名ということで2274ということですね。 YouTube はやはりすごいですね、ということです。そして昨日ですね、昨日の普通日語放送の表紙を作ってくれました。このようにフランスのマクロン大統領と並んでる安倍晋三ということで、ここにですね、クリミナル・ドゥ・プブワール・ポストン・マスク・ドム・ポリティクと
いうことで、日本の安倍晋三首相は政治家の仮面をかぶった権力犯罪者だというタイトルですね。それで、これは昨日のテーマですね。フランス仏日語放送のテーマ、日本の安倍晋三首相の隠された正体とは何かと。それは政治家の仮面をかぶった権力犯罪者であるというテーマだったんですね。そして現時点の視聴者数はツイキャスで187名様から YouTube で256ですが、全部で443と、フランス語放送、普通日語放送でしたんで、視聴者数はいつもの半分ぐらいですね、ということです。そして3つ目のお知らせとして、これがすごいんですね。これはですね、8月の9日金曜日夜に放送したワイワイニュースライブのメインテーマ、日本国民をマスコミが煽る、小泉進次郎と滝川クリステルの結婚話と小泉進次郎首相待望論に騙されてはいけないと。で、この YouTube における視聴回数がですね、1万4000を超えたということなんですね。ここに数字があるんですけど、1万4164ということなんですね。で、ちなみにツイキャスが現時点で549と、から YouTube は1万4164で、合計1万4713ということなんですね。これはおそらく、竹中平蔵がなぜ平然とこれだけの権力犯罪を繰り返しながら平然と活動できるのかという放送がですね、2万回を超えたということなんですけど、それに次ぐ多数の方が興味を持って見られたということですね。そして、この放送のメインテーマをブログ化したブログの URL を後で参考のためにアップしておきます。ということですね。砂月さん、安倍氏は米国大統領トランプに、取り返しのつかない禁句を吐いたと。特攻隊を賛美する戦前回帰の時代錯誤時代錯誤者の正体がバレたと。安倍はというか赤株ですか、赤株さんのあれですね、アシュラですね。から K さん、安倍昭恵さんから電話で安倍氏になった立花 N 国隠れ自民党に注意と。本日の NHK の報道でも先に憲法改正を押し付けられた憲法、日本の精神を取り戻さなければならないと報道したと。9条でも自衛のための戦争はあり得る、賢い外交が大切というふうに、これは誰が言ってるんですかね。立花が言ってることなんですか。これを NHK がこういうふうに報道したってことなんですかね。要するに誰がこの内容を発言したかっていうのをはっきり特定してもらわないと情報が錯綜しちゃうんですよね。安倍昭恵が出て N 国立花が出て、それで NHK が出るという3つのいわゆる主体が出るんですけど、それじゃあ誰がこういう発言をしたかっていうことをやはり特定して書かないと混乱しちゃうんですよね。中319さん、コンティニューコインですね。砂月さん、これは言いましたね。初耳さん、いつもありがとうございます。1234567ですね。6ですね、コンティニューコイン。それと
敗戦記念日にちなんでということで、今日のメインテーマの詩をリツイートしてくれましてね、なくすにはどうしたらいいのかということですね。戦争を本当になくすにはどうしたらいいかとね。からお茶ですね。これは藍色さんっていうんですかね。砂月金さん、初めての閲覧の方ですね。視聴の方、ご覧の方か。山崎氏のキャスは一言一行コメントは集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で、拡散賛同お願いしますということで、もともとはシカゴさんが始めてくれたんですね。そして今は砂月さんが毎回この一種の注意事項としてアップしてくれてるということですね。東京の稲子さん、今日のメインテーマですね。戦争を本当になくすにはどうしたらいいのかと。そうですね。砂月さん、今日のメインテーマについてですね。K さん、コンティニューコインですね。から石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。東京の稲子さん、お茶箱10とコンティニューコインが2枚、こんばんは、配信ありがとうございます。それから石森さん、お茶配信ありがとうございますということですね。から今日の放送の前ですか、砂月さん、その後やったらどうだと。表現の不自由点、その後中止、日刊スポーツフラッシュアップ。そうか。表現の不自由点その後のその後をやったらどうかということですよね。そうですよね。わかりましたということですね。K さん。はい。ということで、今までのところをアップしますね。火曜日。近未来予測。11月にまたしても大義名分をでっち上げて衆議院を解散して総選挙に持っていくということを必ず安倍晋三はやるだろうと。最後の最後の仕掛けでしょうね。で、自分を憲法改正した日本の近代史上初めての宰相であるという名誉が欲しいんでしょうね。そして現時点での視聴者数2274と。それから昨日の仏日語放送の表紙ですね。詩ですね。安倍晋三の隠された正体とは何かと。それは政治家の仮面をかぶった権力犯罪者だ、国家権力犯罪者だということなんですね。それで現時点での視聴者数は全部で443名様。フランス語のブログはメディアパールというフランスの調査専門ネット新聞に投稿しました。そして、8月の9日に放送した
騙されんなよと。これが1万4000回の、視聴があったと YouTube で。1万4000回以上だったということですね。で現時点での視聴者数はツイキャスが549、YouTube が1万4164とダントツですね。 YouTubeということですね。そしてこのブログ記事ですね、ブログ記事の URL を貼り付けてみます。これですね。はいそして今日の画像ですね。今日の画像は1234枚ですね。今日の重要情報リテラの記事を取り上げたんですけど、その中に、書かれてたこと、天皇批判で辞任した小堀っていうのかな、国を靖国神社前宮司は天皇参拝計画を進めていたということで、この、天皇批判して、辞任した前宮司ですね、靖国神社のどんな顔してんのかということで、こんな顔してる人なんですね。今日の一言の中で彼がどのように、天皇批判したかっていうことも取り上げます。そして彼をですね、彼を靖国神社の宮司に直接推薦したのがこれなんですね。彼なんですね。彼は安倍首相の最大のブレーンでと言われる極右改憲派、JR 東海葛西、慶之助っていうのかな、名誉会長78歳と。78でなんで名誉会長でずっと居残ってんのかという、だから安倍との距離ですよね。安倍の大ブレーンだから JR 東海の名誉会長にずっと居座っていると。社長、会長、名誉会長と極右改憲労者、彼が靖国神社の小堀宮司を直接安倍に推薦したということがリテラの記事に書いたんですね。そして、3枚目4枚目の写真ですけど、画像ですけど、これはハンギョレ新聞の記事に書かれてた安倍政権の新主流派というのが登場したというふうに、書かれてるんですね。その中核の人物の一人が通産官僚出身の今井明成っていうのかな、政務担当首相秘書と今井で、もう一人同じ通産官僚で今井の3年か4年先輩の長谷川栄一首相補佐官と、この2人が今は首相官邸の新主流派として独占的に政策を決定しているということなんですね。ですから私のコメントとして、この2人の通産官僚がいわゆる一連の安倍政治
安倍の亡国政治としての原発の再稼働から原発の輸出 TPP、 あるいは対米従属、あるいは対韓輸出の規制とか、あるいは韓国のホワイト国から除外するという一連のこの間の強硬な政策、ご領主政策を主導したのはこの2人だということがこのハンギョレ新聞ではっきり書かれてるんですね。K さん、ちょっとあれですね、読めないね。立花さんは以前はまともな人だったが、安倍昭恵さんから電話があって以来、自民党汚れ役を引き受けると。まともじゃないでしょ。もともとおかしいんですよ。だからこれは信頼できる情報じゃないですよね。安倍昭恵から電話があって舞い上がって、おかしくなったというんじゃなくて、もともとおかしいんですよ。安倍昭恵の電話があろうとなかろうと、彼は前から地方選を中心にして日本会議の極右、政治家候補なんかをピックアップして、25、6人ですか、杉並にもいいんですよね。至る所で要するに日本会議系の人物、ヘイトスピーチを平気でするような排外主義者を彼はピックアップしてるんですね。今井孝也か。失礼しました。高谷ですね。高谷って名古屋ですよね。高谷と呼ぶんですね。経団連の会長を長くやった今井という有名な経済人ですが、彼の親戚筋なんですね。立花無視するのが一番ですねという、そうなんですね。話題にする必要がないほどの小物ですよ。ということですね。ですから今日の画像はこの4人ということで、安倍を取り巻く、人物4人ですね。これアップしますね。これは天皇批判をしてクビになった宮司、靖国神社前宮司ですね。小堀邦夫。それから小堀を直接推薦したのが安倍の最大ブレインであった葛西 JR 東海、今は名誉会長と。そして、安倍政権の新主流として、政策決定を独占的にやっているという中心人物、今井孝也首相秘書官。まあこっちはあれか、長谷川栄一の方やる。今井はこっちだ。だから今や通産官僚が主流で、外務官僚は暴流に、やられているということなんですね。
で私のコメント、この2人が重要な政策をほぼ2人で決めちゃってんだということですよね。だから原発の再稼働、原発の輸出全部失敗したんですよね。輸出はトルコに輸出しようと思ったけどダメ、三菱重工、これはイギリス、これは日立、莫大な損失を与えてるんですよね。から TTP、 それから対米従属のこの間の対米従属、トランプの言いなりから対韓国に対する輸出規制突然始動、それからホワイト国ホワイト国をやめたんですね。安倍、亡国政策を主導したというですね。アフターマッチさんがお茶ですね。ということで今日の一言ですね。これが例の小堀邦夫靖国神社前宮司の天皇批判の言葉ということで、これはですね、去年2018年6月に第1回教学研究委員会定例会議と、その中で彼が天皇批判をしたことが外にばれたんですね。何言ってるかというと、陛下が一生懸命慰霊の旅をすればするほど靖国神社は遠ざかっていくんだよと。そう思わん。どこを慰霊の旅で訪れようがそこには御礼はないだろうと。2番目、はっきり言えば今上陛下は靖国神社を潰そうとしてるんだよ。わかると。わかるかと。3、天皇陛下がご在中に一度も心配なさらなかったら、今の皇太子さんが神庭に疲れて、参拝されるか。新しく皇后になる彼女、当時の雅子皇太子妃は神社神道大嫌いだよ。来るかと言いたい放題だよね。で4番目、皇太子様はそれに輪をかけてますよと。どういうふうになるのか僕も予測ができないと。少なくとも暖かくなることはないと。靖国さんに対してと。こういう直接的な天皇批判を具体的に言ったのが全部外にばれちゃったということで、彼はクビになったんですね。でその彼を直接安倍晋三に推薦したのがこの葛西という極右の改憲論者なんですね。ということです。どういうこと言ったらそれからはっきり言うと、今上陛下は靖国神社を潰そうとしてるんだよと。わかるかと。から天皇陛下がご在中に一度も乾杯なさらなかったら、今の皇太子さんが神庭に疲れて参拝されるのかと。で新しく皇后になる彼女は神社神道が大嫌いだよと。分かるかと。言いたい放題だね。皇太子様がそれに輪をかけてますと。どういうふうになるかは僕も予測できないと。少なくとも暖かくなることはないと。靖国さんに対してということですね。
それでぜひ天皇に参拝してもらいたいということを実際に、打診したらしいんですよね。そして断られたという経緯が今日のリテラに載ってます。ということです。そして今日の注目情報ですね。寄稿安倍側近50、60代の経済官僚新主流に浮上、外交より、覇権重視という、これなかなかいい記事ですね。国内、日本のマスコミでは到底出ないような、みんな知ってるんですよね。政治部の記者は。でも書かないと。これ。ということですね。K さん、無視すればよいとしても、マスコミが騒ぐのが自民党別動隊、議員になって税金を使って動くから監視は必要。監視は必要ですよね。中間3193、孔明天皇は開国を推し進めたと。井伊直弼ら開国を推し進めた連中は邪魔だったんだと思いますと。試験ですが、明治天皇と全く違うと思いますと。大正、昭和、平成、根性、全部別ですと。別ってことは血縁がないってことですかね。だから血縁がないんですよ。孔明天皇とそれから勅使の誰でしたっけ、が2人とも殺されたということで、田伏村出身の大村虎之助に差し替えられたというのがほぼ真実だと思いますよね。そうじゃないとその後いわゆる田伏村、狭いところから、そして萩ですね、その萩、この2箇所から8名、歴代8名の首相が誕生しているという説明がつかないんですよね。しかも伊藤博文なんか4回も首相になってるんですよね。それは自分の言うことを聞く明治天皇がいるから何でもできたということでしょう。それと睦仁親王、の幼い頃は本当の華奢な宮中の女官と戯れているような線の細い若者だったんですけど、東京に行ってから側近の武士を投げ飛ばす、相撲で投げ飛ばす、あるいは白馬にまたがって、馬をうまく使いこなすという異常部に変身しちゃったと。これは一体何なのかということですよね。ピララカットさん、コンティニューコインが2枚ですね。砂月院さん、もともと永久戦犯豪子が天皇参拝の原因と、そういうことでしょうね。靖国神社自体が非常に国策のために、人工的に作られたものなんですね。これは、昇魂社って言うんですよね。一番最初が下関かな、第1号下関昇魂社から、2つ目が田伏にある昇魂社、
そして3つ目が東京商工社として後に、靖国神社になったんですね。それで下関にしても田伏の商工社にしても実際に、戊辰戦争で戦って戦死したいわゆる騎兵隊の兵士とか、あるいは田伏村出身の被差別部落民とかですね、いわゆる彼らが戦死したということで彼らの名前を彫った石柱が全部立ってるんですね。でも3つ目の東京商工社は石柱等々がなくて、護国神靖国神社に至っては何にもないわけですよね。お墓もないと。ただ名簿があると。それも250万のいわゆるいわゆる戦争明治維新戊辰戦争西南戦争でも西郷隆盛とか等々は祀られてないわけですよね。そして第一次世界大戦第二次世界大戦250のいわゆる戦死した人の名前がただ名簿に載ってるということで、本来だったらアーリントン墓地みたいに本物の墓、あるいは墓でなくとも一人一人に石柱を立てて、祀るというのがもともとの商工社なんですけど、それとはもう完全に、かけ離れた存在としていわゆる国策として、戦死者を祀るという名目のもとにいわゆる国のために、靖国神社があるから国のために安心して死んでこいよという一大拠点を作るということでしかないですよね。砂月さん、紙切れ1枚で脱出させられた犠牲者と戦争でいい思いをした永久戦犯を一緒にして戦争責任を曖昧にするのが狙いと。そうでしょうね。ということで何でしたっけ。そうか、今日の一言ですね。そして、ハンギョレ新聞のこのさっき言いました新主流派として50代60代の経済官僚が安倍の最側近として、重要政策を決定しているというのがかなり鋭い分析の中で出てるんですね。中野さん、孝明天皇と鉱山うちの下関戦争で負けた日本は英国などに、賠償金請求されて泣きついたのがこれは誰か、その時皇位継承したという初期の記載もありということです。これ人の名前ですね。なんとか敬吾、これ私鉱山持ちの金持ちなんですか。この人の名前はちょっと分かんないですね。ということで今日の推奨本ですね。これジム・ロジャースさんの「日本への警告」という本で、今日は第6回目ですね。6回目で第1章、日本人が見て見ぬふりする破滅的な未来ということで、今日読むところは安倍総理が望むのは体制の維持というところですね。1ページ2ページ3ページですね。読みますね。安倍首相が望むのは体制の維持と。
日本の今後を考えたときに暗淡たる気持ちにならざるを得ないと。アベノミクスの第一の矢である金融緩和は日本の株価を押し上げるとともに通貨の価値を円安に誘導したと。このことにより日本企業が息を吹き返したように語られているが、こうした通貨切り下げ策が中長期的に一国の経済を成長させたことは一度としてない。これはすでに記した通りだと。実際、円安や株価の上昇によって日本人の暮らしは良くなっているのだろうかと。日本が輸入に頼る食品などの価格が上昇したことで、庶民の生活はむしろ苦しくなっているのではないかと。企業も建設コストや製造コストが上がったことで苦しんでいると。アベノミクスの恩恵を受けたのは一部のトレーダーや大企業だけだと。アベノミクスの第の矢、つまり財政出動もひどいもんだったと。これは私には日本を破壊しますという宣伝にしか聞こえなかったと。先進国で最悪レベルの財政赤字を抱え、国の借金が増え続ける中で、さらに無駄な公共事業に公費を費やそうとするのは正気の沙汰とは思えないと。安倍首相は素晴らしい人物には違いないと思うが、してきたことはほぼ全てが間違いだと。安倍首相が借金に目をつぶっているのは最終的に借金を返さなくてはならない局面になった時には自分がこの世にはいないからなんだろうと。自分や自らの体制を維持することが彼の行動原理であり、そのツケを払うのは日本の若者だと。2014年2月に開催された G20 財務大臣中央銀行総裁会議において、 G20 全体の GDP の水準を今後5年間で 2% 以上引き上げる目標が示された。このことを受け、麻生太郎財務省は日本としても達成不可能とは思わないと語ったが、私は到底無理だと思っていたと。国際会合で語られるのは聞こえのいい夢物語りばかりで、それが実現することはめったにないと。そんなありえない楽観シナリオを描くくらいならば、より現実的な政策に注力すべきだと。足し算と引き算ができる人間であれば、簡単に日本の未来を予測することができると。人口や借金がどのように変動するかを統計から確認すればいいと。そうすれば日本人の誰もが前向きな気持ちではいられなくなるだろうと。現在の日本の立ち位置はイギリスやポルトガル、スペインといった凋落した覇権国と同じであると。1918年当時のイギリスは世界一の覇権国だったと。私が子供の頃のイギリスはビートルズが大人気でまだ活力が残っていたが、衰退が止まることはなかったと。多くのイギリス人が祖国を離れ、これからも衰退の一途をたどり続けるだろう。これはポルトガルやスペインも同じだと。衰退を始めたイギリスはそれでも帝国主義時代の後ろ盾があり、人口も減少していなかったため、衰退のスピードは穏やかなものだった。ところが日本は違うと。よりどころのない日本にはヨーロッパのような穏やかな衰退ではなく、より激しい変化が待っているのだと。こうした現実が白日のもとにさらされるとき、安倍首相や彼の体制を守る人々はこの世にはいないという、そういうことなんですね。ということで、明日金曜日の読むところ、東京オリンピックは日本の衰退を早めるということで、これが1ページ、2ページ、2ページ半ですね。これで第1章終わるんですね。ということです。彼の言っていることは当たってますよね。明治天皇になったのはこれ何て読むんですか。美濃作敬語説もありますねと。私は大室虎之助だと思ってますと。大室虎之助は下鴨神社の奉納相撲に名前を連ねた田伏出身ですという。この論争はもうやめましょうね。砂月にさん、服部さんのツイートテレビの視聴者の方でしょうかと。服部さんの文化人類学視点には敬意を払いますが、服部さんは服部さん、山崎さんは山崎さんです。そういうことですよね。
三つくり敬語っていうのか、三つくりっていうのか。ということで、この論争っていうのはもうキリがないんで、ある時点でもう最終的なあれっていうのはもう DNA 鑑定しかないんですよね。ですから孔明天皇の DNA、それから明治天皇、それから大正天皇、昭和天皇で今の天皇、全部 DNA 鑑定すればどうなってるか一発で分かるわけですよね。ということで、今日のメインテーマになりますね。詩ですね。戦争を本当になくすにはということで、今日2019年8月15日ですね。人々が戦争の悲惨さを訴え平和を祈ったとしても、それだけでは戦争はなくならないと。なぜならばこの世の中には戦争で多くの人が殺されることで金儲けする人間と組織が存在するからだと。我々が戦争を本当なくすには、これらの戦争で金儲けする人間と組織を突き止め、正体を暴露し追放解体しなければならないんだと。人々が戦争の悲惨さを知り平和を望んだとしても、それだけでは戦争はなくならないと。なぜならばこの世の中には人殺し兵器を毎日製造して備蓄し、戦争勃発を工作して、できるだけ長期で大規模な戦争に誘導し、できるだけ多くの人間が死ぬことで声太る人間と組織が存在するからだと。我々が戦争を本当になくすには、これら戦争で声太った人間と組織を突き止め、正体を暴露し追放解体しなければならないと。人々が戦争の残虐さを批判し平和を切望したとしても、それだけでは戦争はなくならないと。なぜならばこの世の中には権力を独占して国民を支配搾取し、国民を自衛戦争と言って他国への侵略戦争に動員して戦死させる独裁者とその協力者が存在するからだと。我々が戦争を本当になくすには、これら独裁者とその協力者を突き止め正体を暴露し追放しなければならないんだと。人々が戦争の悲惨さをいくら祈るんじゃないね。いくら怒りか平和を祈願したとしても、それだけでは呪いだ。いくら呪いです。平和を祈願したとしても、それだけでは戦争はなくならないと。なぜならばこの世の中には国民に真実と事実を知らせず、娯楽とスポーツと博打で国民から考える力を奪い、メディアと教育を支配して国民を洗脳し、他国への敵意を煽って国民を侵略戦争に動員する総理大臣とその協力者が存在するからだと。我々が戦争を本当になくすには、これら総理大臣とその協力者を突き止め正体を暴露し追放しなければならないと。この総理大臣というのはもう安倍晋三のことを言ってるんですね。というのが今日のメインテーマ、詩ですね。戦争を本当になくす。要するに戦争の悲惨さをいくら訴えたとしてもそれだけでは戦争はなくならないんですよと。その原因、その戦争っていうのを意図的に、作っている人間と組織を突き止めて、それ自体を全部解体追放しなければならないと。だからその敗戦の8月15日になると、いわゆる戦争の悲惨さを語り継ぐという面が強調されてですね、それじゃあアジア太平洋侵略戦争は一体誰が起こして、どのような経過でどういう結末になったのかということはほとんど語られないんですよね。
だから320万人の日本人の戦争戦死者のことは話すけど、昭和天皇裕仁が主導したアジア太平洋侵略戦争によってアジア太平洋諸国民5000万人が殺されたと。そして、アジア太平洋諸国の国民生活、経済基盤をほとんど全て破壊しちゃったという広がりの中で捉えることは特に日本ではないんですよね。で、さらに、このアジア太平洋侵略戦争を指導したのが天皇裕仁だということは誰も言わないと。でしかも5000万人を殺した侵略戦争によって5000万人の命を奪った最大最高の戦争犯罪人裕仁が戦後イメージチェンジして、平和天皇、家族天皇、学者天皇、人間天皇になって1年で表変してですね、そして名前を変えた象徴天皇制のトップに返り咲いたということが実際に起こっちゃったと。それに対して国民が何の疑問も感じないという恐ろしい世界なんですね、まともに考えれば。ということです。土山純一さんがお茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。砂月金さん、血筋はどうであれ人の上に人を作る独裁制度自体に問題することはコムキャスの視点ですということですね。ミルキさん、キャス君アイスとコンティニューコインですね。はい。ということで今日のメインテーマのポイントをちょっとアップしますね。そっか、ジム・ロジャースのこれもアップしておきます。今日朗読したところですね。これですね。詩ですね。戦争は偶然に起こんないんだと、仕掛けられるんだということですよね。マイナス20。テロもそうなんですね。から貧困、失業、不況、全部そうなんですね。偶然ではないですね。自然現象じゃないんですよね。超え太る組織と人間と組織がいるからなんだと。だからこの戦争で超え太る人間と組織を誰か暴露し、そして追放解体しなくちゃいけないと。これが全然やられてないということなんですね。人々が戦争の悲惨さを批判し平和を切望したとしてもそれだけで、戦争はなくならないと。なぜならばこの世の中には権力を独占して、国民を支配搾取し国民を自衛戦争というと偽って、他国への侵略戦争に動員させる独裁者をその協力者がいるからなんだと。まさに911なんかそうですよね。
サチ。ブッシュ以下、チェイニー、ラムズヘルド、フェルド等々の首謀者たちがのうのうと豊かな老後を送っているという矛盾した世界ですよね。独裁者、そのような独裁者を追放しなくちゃいけないと。戦争はそうしない限りなくならないよということなんですね。で、人々が戦争の悲惨さいくら祈りじゃないや、何でしたっけ、この中には国民に真実と事実を知らせず、娯楽とスポーツと博打で国民から考える力を、呪いだ。人々が戦争の悲惨さいくら呪い、平和を祈願したとしても、それだけでは戦争はなくならないと。なぜならばこの世の中には国民に真実と事実を知らせず、娯楽とスポーツと博打で国民から考える力を奪い、メディアと教育を支配して国民を洗脳し、他国への敵意を煽って国民を侵略戦争に動員する総理大臣とその協力者がいるんだと。まさに安倍ですよ。韓国への敵意を煽ると、中国への敵意を煽ると、北朝鮮への敵意を煽るというのが今日のメインテーマです。日本での代理人はパソナ、風神風林、竹中平蔵であることは疑う余地がないと。小泉内閣も安倍内閣も実質竹中内閣ということで、竹中平蔵っていうのは本当そうですよね。2001年から現在までもう18年間、小泉純一郎内閣の時は政治家になって、内閣の一員になって表に出てるんですけど、自ら参議院議員を辞めてですね、一民間人になって、潜ったんですね。それでやってることは以前に増すほどの金儲けとから権力犯罪だ、こういう輩が闊歩しているという無法国家になっちゃっているということでしょうね。外国ではヒロヒトという言葉はヒトラーと並ぶ戦争犯罪人というイメージですが、日本では、軍部の傀儡に過ぎず、ここの中でそういう神話が作られたんですね。昭和天皇ヒロヒトは実は平和を希求してたんですけど、東条英機ほか軍部あるいは官僚たち、周りの官僚たちが戦争に誘導していって仕方なく、賛成せざるを得なかったという悲劇の主人公になるようなヒストリーがもう完全に、敗戦前にアメリカで、もうできてるんですよね。3、4年前からこの戦争を勝った後、日本をどういうふうに植民地として支配するかと
いうプロジェクトチームが立ち上がって、そして天皇裕仁は殺さないと。だから200箇所以上絨毯爆撃、焼夷弾爆撃しても皇居一帯は無傷なんですね。普通だってありえないですよね。天皇の首を取れば簡単に、日本は崩壊するっていうのは分かってたんですけど、1944年の3月10日の下町ですね、東京の下町で一夜で10万人の庶民が殺されたと。爆撃の時にですね、なぜ皇居が狙われてなかったのかと、なぜ大本営が狙われなかったのかと、なぜ下町一般庶民が木造の民家で、暮らしているところに、焼夷弾を、雨あられのように降り注いで10万人を殺したという中で、なんで天皇だけが生き延びたっていうのは、もう彼らが天皇を利用して、天皇制を利用して戦後日本を支配するという、台本が出来上がってたんですよね。でその一環として天皇を戦争犯罪にしないために彼を平和主義者だったんだけど、周りの軍人や官僚たちが戦争に無理やり引っ張ってったんだというストーリーをでっち上げて、それが今でもずっと続いちゃってると。だから昭和天皇裕仁批判っていうのは日本では相変わらずタブーになってるということでしょ。だからそうですよね。外国では裕仁っていうのは戦争犯罪人ですよね。ヒトラーと同じように。ヒトラー自殺したんですけど、裕仁は自殺さえもしないということでイメージチェンジして、戦後の象徴天皇制の象徴として再び、微笑み家族愛にあふれた学者天皇という素晴らしいあれですよね。1年にしてイメージがガラッと変わっちゃって、それに全国民が騙されたと。で今でも騙され続けているというおめでたい状況ですよね。K さん、中さん、安倍晋三を操っているのは CSI のジャパンハンドラーズマイケル・グリーンたちと、次は小泉進次郎を表に出しつつあると思うと。安倍晋三の賞味期限は終わりつつあるの。そうですよね。安倍晋三の賞味期限はもう、オリンピックまでだというふうにアメリカ支配階級は思ってるんじゃないですか。で次は小泉進次郎だというふうに、準備してるんでしょうね。安倍首相8月15日、これ何て読むんですかね。千鳥ヶ淵か。千鳥ヶ淵の戦没者墓苑、戦没者墓苑を訪れ献花と、靖国神社に稲田を通じて玉串法の自民党総裁として私費で全国戦没者追悼集会に出席という彼の一連のあれですかね。東京裁判の天皇に不利になるような証言はしないようにみんなで、示し合わせて、決めていたようですねという、もう完全にやらせですよ、東京裁判も。ということですね。今日のメインテーマですね。で今日のトピックス、時間が64分37秒ですか。視聴されている方が同じ時間帯で51名様、全体で152名様、コメントが67件ということですね。はい、今日のトピックスですね。今日のトピックス、石森さん、確か裕仁天皇がヨーロッパに行った時、ヒロヒットラーと、そうですね、呼ばれて散々だっていう、そうですね、オランダじゃないですかね。
今日のトピックス最初、新次郎効果を利用、永田町で急浮上、11月解散説に現実味ってことで、日刊現代が私の近未来予測と同じようなことを言ってますけど、ただこの日刊現代っていうのはもう最初からですね、首相には衆議院の解散権があるということを前提にしてこういう情報を流してるんですよね。私はそれ自体がでっち上げでおかしいよという憲法第41条に違反してるし、憲法第7条の第2項第3項自体の文言が巧妙に、マッカーサーによってすり替えられているということを言って、同じような予測なんですけど、日韓現代はむしろ永田町の意向を組んで、なんか応援しているような記事になるんですね、毎回毎回ね。だから首相にはもう衆議院の解散権はないんだよということをなぜ日韓現代は言わないのということでしょうね。だって憲法第7条の2項3項が明快に、天皇の国事行為の文言じゃなくて国政の文言にすり替えられてるってことは誰が見ても明らかでしょう。このことを言わないでこのような憶測で再び、殿下の宝刀を抜くような永田町では方向性になっているよみたいな記事を無批判に垂れ流すなと、日韓現代と私はこういう記事があるんだけど本当怒りますよね。からトランプの農産品巨額購入要求は米中貿易戦争の肩代わりという日韓現代、これはまあ当たってますよね。だからもう約束したんでしょ。で参議院選挙があるから黙ってんでしょ。おそらく政治記者は知ってんじゃないですか、具体的にどのぐらいの約束したのか。これが URL ですね。そして次は韓国の知識層からも安倍を早く何とかしてくれというこれはまさにそうですよね。単に日本の問題だけじゃなくて、もう世界的な問題になってるんですね。安倍が日本の首相として居残ると、早く駆除しろよと、害虫は早く駆除しないと大変な目に遭うよというコンセンサスが単に日本だけじゃなくて世界的に出てるってことでしょう。から韓国のこれですね、知識層からもどうにかしてくれと、日本人よと、パククネをどうにかしたんだからあんたたち安倍晋三をどうにかしろよという、当然でしょうね。歯がゆいでしょうね。イ・ミョンバクそしてハンギョレですね。日本人立ち入り禁止ノージャップスの看板は人種差別批判相次ぐということで、ハンギョレ新聞だから韓国の、国民のレベルっていうのは非常に高いですよね。日本はもう韓国批判になると韓国政府批判と韓国人批判がもう一緒になっちゃってる。韓国の人は違うよと、安倍が問題であって日本人全体が問題ではないんだよというふうに区別してるんですけど、
それはすごい素晴らしいことですよね。だから50年進んでますよね、韓国の国民のレベルっていうのは。日本人は50年遅れてるよね。だから米移民当局の仕事を受けないでという Google の社員600人が請願署名したということで、そうですよ。各企業の人たちも、あるいは霞が関の官僚たちもなぜ黙ってんのと、こんなとんでもない政策を次から次へと打ち出す安倍政権に対して反対運動しろよとね。そして今日の重要情報ですけど、靖国神社が天皇に参拝を要請する前代未聞の傲慢行動と、天皇批判の宮司が主導、背後に安倍首相ら極右勢力というリテラ、これなかなかタイミング的にいい記事ですね。この中にいわゆる宮司、天皇批判してクビになった宮司が中心になって、天皇は靖国神社に、参拝すべきだということで、直接請願したみたいですね。で断られたということですね。ということで今日木曜日の放送はこれで終わりです。時間が72分07秒ですね。54名様、計163名様、コメントが78件ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日の放送はこれで終わりで、明日金曜日ですね、放送ありますんで、またよろしければ合意してくださいということで、お疲れ様でした。砂月さん、コンティニューコイン2枚とお疲れ様でしたですね。ということで、放送終わります。お疲れ様でした。